ロスは生放送情報。わっほーい。新キャラクター情報もあるだろうし、噂によればとんでもないキャンペーンが待ち受けているらしいですね。そう、今後のロス話が激アツだとわかる情報もあるから注目だぜ。それではまずはじめに、東方 MV プロジェクト情報についてだ。MV プロジェクトはレリックキャラクターの登場がわかる情報なので超重要情報ですよ。まず簡単に MV プロジェクトについてなんだが、MV プロジェクトは、原作東方プロジェクトで活動している音楽サークルと、活動していないアーティストとのコラボなんだぜ。100万回再生超えの曲もちらほらあり大人気を博しているんだよ。そんな MV プロジェクトからなんと宝珠ヌエの MV プロジェクトの制作が決定されたぜ。一体どんな曲なんだろう？ヌエの曲は古風で和風な恐怖と哀愁を漂わせた平安のエイリアンだが、どんなアレンジになるのか楽しみだな。ということで宝珠ヌエがレリックとして登場することが決定。登場の先は長いけど、楽しみだ。ではここからは本格的にゲーム情報を紹介していくよ。まずはじめに2月末に始まる長期イベントで手に入る新衣装も公開されたぜ。対象キャラクターは小草さんよ、坂田ネムの、犬走りもみじだ。ヤマンバたちがギャルすぎる。どちらもキャラとちょっとアンバランスな感じが逆にいいよね。なんでギャルかというとヤマンバラルから来ているな。なるほど、1990年代後半から2000年代初期頃に流行した黒ギャルの一種のヤマンバラルから来てるのね。キャラクターから見るに妖怪の山に関係するキャラなので、新キャラも妖怪の山に住んでるものだと思われるので注目だ。続いてプチ情報なんだが、前回やったプロフ作成キャンペーンがなんと1万2000件も投稿されたんだ。これは運営者さんも予想外の結果だったらしいんだぜ。1万2000件ってすごい反響だったんですね。なのでまたこういったキャンペーンもやるようなのでお楽しみに。プチ情報やな。そしてなんと、東方ロストワード全世界で1000万ダウンロード突破。じゃあ、それはめでたい。1000万ダウンロード突破ってすごすぎでしょ。ロスワってそんなにも流行ってたんだ。海外でも人気なのがよくわかるな。愛する東方ソシャゲがここまで人気になってくれて本当に嬉しいよ。それだけ見てくれる視聴者も増えますからね。もちろんこれを記念して2月の末からは1000万ダウンロード記念キャンペーンをしてくれるそうだ。内容としてはログボやお得なパックに加えて、ガチャを引ける特別宿主もあるそうだ。特別ノリとは確定ノリとやろ。間違いないね。また言われてないがワンチャン1000万ダウンロード記念キャラなんかも登場する可能性があるぞ。それは激アツすぎますね。ぜひ登場してほしいところだ。やはり登場するならかなこ様かな？いやそうはならんやろ。そして新たな長期イベントコーマ館あべこべメイド採用面接が開催しているぜ。コーマ館組によるイベントなのでかなり熱いですよ。長期イベントでは期間中、様々な豪華報酬を手に入れることができるよ。本イベントでは、交換所で深田代玉片代大片代を交換することができるんだ。レアイベントポイント合計250個で全ての片代が回収できるので、可能であれば周回しちゃおう。今回のイベントでは予想通り、魂魄用務の無料で手に入る衣装がボーナス対象となっていたので、必ず先に入手しておきましょう。そう、対象のキャラクター衣装を所持していると、探索における通常イベント P の獲得量や、レアイベント P のドロップ確率が上がる効果が発揮される衣装ボーナスをうまく活用するといいぜ。無料でゲットできる用務のメイド衣装も衣装ボーナス対象なのでレアイベントポイントを集めるのが少し楽ですね。ちなみにこの用務のメイド衣装は、常設イベント半人半霊の1日メイドの難易度ノーマルステージ全クリアで獲得できるよ。また周回場所としては一番簡単なのはリーダー宣言だぜ。1ウェーブでゲージなしなので速攻で周回できるよ。敵は3人いるので全体攻撃の火力が高いキャラを編成するのをおすすめしますよ。体力は非常に少ないのでフルオートラスはぶっぱで完結するだろう。ところで今回の長期イベントで手に入る星越札の性能はどうなっているのか教えろにょん。今回の長期イベントで手に入る星越札の家電料理は前途多難の効果としては、装備スペカの木属性の威力を 35% アップ HT、装備スペカの月属性の威力を 35% アップ HT、使用時に味方全体の速力を2段階アップ 2T、といったように木属性と月属性の火力を上げるものとなっているよ。副霊より断然回りやすいこと考えたらかなりコスパがいい絵札だな。レリックユユコとレリック家具や、優秀な元フェスイクに相性がいいので集めて損はない絵札だぜ。星4のランブリーランドリーはクリティカルを上げられるので、一つはカンストさせたものを作っておくといいぜ。終了日時は2025年2月に1日となっていてかなり長いけど、また短縮版が間に挟まるはずなので早めに回収しておくといいぜ。また長期イベント中にショートイベントをやるようだ。啓蟄の姫神遊びと氷鬼から見てマーチが開催されるようだぜ。長期イベントは2月後半まで開催なので、こちらも積極的に参加して、豪華な素材などを獲得しておくべきですね。続いてゲーム内の回収情報だ。綾の特ダネ帳にて一括受け取りができるようになったぜ。どういうことかというと、今までわざわざ綾の特ダネ帳からじゃないと毎日の課題の受け取りができなかっただろう？
あれめちゃくちゃ面倒ですよね。特ダネ帳のところだけ取り忘れてしまうなんてこともありましたし、しかし課題のところからも獲得できるようになるようだ。それはありがたすぎる。いちいち移動する手間と忘れる心配がなくなりますからね。またサイエマの交換の時に自分が持っていないキャラクターがわかるようになったんだ。へえ、いろんなキャラを集めている人にとってはかなり嬉しいアップデだね。もしこのフィルターをかけてかなこ様を持っていなかった人はすぐに交換しましょう。いや狂信者すぎでしょ。ではここからはガチャ情報について紹介していくぜ。イベントで魅力的なキャラが出ていたのでガチャの情報すごく気になる。まずはじめにみんな大好き引き直しガチャが開催中。こちらは期間中、毎日1回無料で引き直しができるというものになっていて、私もかなこ様が出るまでバンバン引き直している最中です。推しの神すぎでしょ。今回のピックアップ対象の超フェス限定キャラクターは、2023年4月に1日まで実装の全超フェス限定キャラクターとなっているぜ。対象のキャラの中で当たったら終了するべき優秀なキャラのまとめ動画も出しているので見に行ってみるといいよ。気をつけてほしいのが終了期間が2025年2月13日と前回の引き直しお祈りよりも期間が10日ぐらい短くなっているので、同じ感覚でやってたらあっという間にラストデーみたいなことになるので注意してね。それは気をつけないとね。続いてキャットフランドールのお祈りが開催中。かわいい。よく持ってるクマのぬいぐるみ不倫されてますが、長期化でボロボロになっちゃったのでしょう。式は回復式で、ステータスは陰謀と陰行が高い方になっているぜ。能力で有利属性のダメージアップを持ち、クリティカル命中のサポートが行えれるよ。スキルは回復式らしく仲間の回復、霊力配布、禁止解除を持っていて、無難な構成だな。ただちょっちサポート性能としてはまあまあかな。ランク2アップが自信だったり、攻撃バフ支援がなかったりするもんね。またスペルカードも自信の強化しかないね。火力面はハマればかなりの威力を出してくれるよ。ただ特攻範囲は狭めかな。そこそこ広い幼獣特攻を持っているけど、全体スペカの一番火力の出る初段になかったりするね。なるほど、ちょっと扱いづらいキャラなのかな。まあ味方全体の禁止解除ができるので、それ専用になら使えるので禁止解除枠が少ない方は引いてみてもいいね。ただ次紹介するエピックの新キャラが超絶期待キャラとして待ち構えているし、エクストラレミリアの方はアタッカーとして優秀そうな感じがあるのでフラン好き以外は正直スルーを推奨するよ。へえ、エピックは誰なんだろう。さあついに来ました。エピック水着板よい昨夜が登場。おお、待ちに待った水着昨夜来た。水着として実装されてよかったね。あとまた今回はエピックを後半に持ってくるのが上手すぎる。しっかり新春キャラで風結晶を回収させて、エクストラフランで完全に空っぽにさせたところでエピック水着昨夜を出すとはお見事です。水着昨夜のデザインはシンプルだが非常に素晴らしいデザインだな。ナイフをやめてライフルになったけどね。気になる性能はどうなのか教えろみょん。その性能は、式は支援式で、ステータスは陽光2850とそこそこ高めに設定されているぜ。支援式のこと考えるとかなり高めなんじゃないかな。そしてこの昨夜の筆頭すべきポイントが味方全体の金属性の威力を上昇させるスキル。金属性の陽光アタッカーといえば、超フェス白蓮や小町、四季様、水着エピック番記、小笠、白フェスかなこ様など結構魅力的なキャラが多いので異属性じゃない。ちなみに 4.5 周年記念キャラのエピック社名丸の上位互換になりそうです。ちょっと不遇性能だったあやも金属性増加なのよね。陰行違うけど強みまで被ると本当に不遇キャラだ。幻想郷最速が不遇最速になってるよ。またスキルで味方全体の陽光と命中を3段階上昇させることが可能と紹介されているがこれがやばい。単体も全体スペカも味方全体の陽光と命中を3段階上昇させることができて、攻撃面の上昇がめちゃくちゃ得意なんだ。スキルと能力によっては1ターンで10段階アップも可能かもね。そうなるとちゃんかな様の勝ちが危うい。あの方木属性なのでほぼ一生腐らんで、またちゃんと結界付与は毒切りなので優秀。最近の水着は恩恵の薄い凍結がなくなってきたのがいいね。さらに単体も全体スペカも霊力配布も可能と有能だぜ。そしてもう一つ驚くべきがラストワード使用時に味方全体の陽光の強さランク2を2段階上昇を持っていること。おお、味方全体の陽光の強さランク2を2段階上昇は優秀だ。なので速攻で攻撃力を爆発的に上げたい時なんかにも使えるぜ。能力には有利属性と不利属性に与えるダメージが 30% 上昇するを持っていて、火力も伸ばしやすくて昨夜自身もかなりのアタッカーになりそうだ。もちろん新エピックなため体験探索もあるのでこちらも必ず行きましょう。かなり簡単な探索でクリアすれば風結晶を獲得できるので、こちらもしっかりやっていきましょう。またエピック水着昨夜と相性のいい絵札が手に入る副霊が登場。おそらく金属性の威力を上げる絵札になりそうだぜ。昨夜を手に入れた方はこちらもしっかりと回っておこう。あと裏情報なんだけど、水着昨夜の紹介映像でサナエの名前を呼ぶシーンがあるんだよ。そのことを考えると近いうちに水着エピックコチやサナエが登場するのではと思われるよ。なるほど、伏線になっているわけだ。しかも先ほど紹介した2月末に出る新衣装のキャラクターは全員妖怪の山に住んでいるキャラクター。サナエの住む森や神社も妖怪の山のてっぺんにある。このことを考えると3月のエピック
キャラクターは水着早苗になると予想されるよ。つまり守谷一家の水着が実装されるかもしれないので水着かな子様もワンチャンあるじゃん。水の神であるかな子様を差し引いて出すわけがないでしょう。なのであくまで予想ではあるが早苗ファンは3月までに風決勝を貯めておくと良さそうだぜ。続いてフェスの本命輪も登場。性能はフェスなので壊れやなというのはなかなか来ないと思うが、どんな感じになるか期待して待っていましょう。実はまだ新たな仲間キャラの情報があるんだ。誰ロスはライブ2025年開催を記念として、ライブいざよい昨夜とライブコンパクヨウムが登場が決定したぜ。おー、ライブヨウム昨夜いいじゃない。デザインもパンチのあるライブ衣装でいい感じだよね。ライブに行った人なんかは特に思い入れのあるキャラになるはずだから楽しみに待っておこう。最後にグッズ情報だぜ。ブシロードとのコラボでロスワの絵札のイラストのスリーブとラバーマットが登場するよ。最近はカードゲームが流行ってるので、これは嬉しいグッズですね。ぜひワンピカードに東方のスリーブをつけてみてはどうだろうか。いや、海のない幻想郷と相性悪すぎでしょ。また今年でロスワは5周年なんだけど、それを記念してのポップアップショップが開店するそうだ。5周年記念としてならすごく豪華なグッズも入荷してるかもしれないので、これは行ってみたいですね。またさっき紹介したライブヨウムと昨夜のグッズもあるようなのでお楽しみに。場所は京王百貨店新宿店であるそうだ。お気に入りのパンケーキ屋さんついでに行きますよ。パンケーキ派新宿じゃなくて原宿ね。さて以上が今回の生放送情報だぜ。思った以上にとんでもない重要情報ばかりで、聞き応え抜群でした。2月末から3月は非常に盛り上がってすぐ5周年なので、またバンバン楽しいことが待っているから楽しみだな。このように有力情報を届けていくので、良ければ情報を見逃さないようにチャンネル登録をしておくといいぜ。視聴者さんは1000万ダウンロード記念で誰が実装されると思うかコメントで教えてくださいね。また最新のアップデ情報も紹介しているから一緒に見ておくといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。